電動昇降トリマーテーブルを作ってみた。ナンバー7、8。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。ヒートシンクの取り付け。余った材料をつなぎ合わせてヒートシンクを作ります。メーカー曰く稼働状態によってモーターの温度は100度にもなるとか。出来上がると温度も見られませんし、ここまでの解体も大変です。どのくらい役に立つか分かりませんが、今のうちに施工してしまいます。電線の皮を剥いでバインド線を作って固定します。集略。工具箱に眠っていた CPU グリスを使います。在庫処分です。集略。シンクとモーターの両側に薄く塗ります。シンクを取り付けて導線を絞ります。炭から飛び出していないか板を当てて確認します。できました。ワークの製作。どうしても垂直を出したいので、以前テこ入れしたドリルガイドを使います。樽機の下に集塵機の吸い込み口を突っ込んでいます。穴が開きました。トラベリングナットをつけてみます。微妙にガタつきがあります。ダブルにしてみます。ガタつきはほぼなくなりました。このように裏表から挟むように使ってみます。ミニリニアガイドです。 W16、H150、D6 です。伸びた状態で微妙にガタつきます。垂直使用は無理なのか。このように使う予定です。支持材ができました。これから試してみます。85×65×24 です。 200L リードスクリューです。スクリューが垂直になっていると自重で移動します。
ガタつきはシングルより良いようです。このように取り付けます。カゴから2ミリ離すのでスペーサーを挟みます。うまく動くかスクリューを入れてみます。ほぼ垂直でないと自重で動きません。もう一度。うまく垂直が取れているようです。スライダーベアリングアジャスターの取り付け。スライダーベアリングの支持材を取り付けます。130×80 厚さ2ミリのベースです。さらにアジャスト用のベースを取り付けます。できました。リニアガイドレールの取り付け。左側の袖です。図面通り開口が終わっています。このようになります。右側の袖とベアリングは取り付けています。これから上の材を天板に見立てて垂直にリニアガイドを取り付けます。トラベリングナットの支持材はトリマーカゴと直角になっています。寸法も中心からシンメトリーになっています。上の材にカゴの頭をつけて垂直を作り固定します。添え木を両面テープで留めて両側を固定します。アジャスター取り付け穴の説明。機構部がだいたい出来上がりました。これはスライダーベアリングのアジャスター留めネジ調整用の穴です。ネジ頭が少し見えます。これを使って右側の垂直調整を取ります。板とスコヤで垂直の確認をします。
行の垂直確認。手フリックの塗り込み。駆動部に手フリックを塗ります。説明欄に URL を記載します。解体、組み立ての1決めに軸支持ベアリングにプレートをつけておきます。機構部の取り付け。機構部を取り付けます。リミットへ通じる穴に電線を通しながら所定の位置に取り付けます。右袖です。寸法精度が1ミリなのでセットが大変です。リミットの説明、動作確認。リミットを押し下げるバーです。トリマーカゴはこのリミットの間を動くことになります。動かしてみます。リミットで止まりました。一旦リミットが働くと緑ボタンで解除しないと動きません。正常に動作します。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き動画ナンバー8をご覧ください。ナンバー8、製作編、機構部の製作3、天板の取り付け。トリマーカゴの水平、リミットの動作確認。カゴの水平確認です。2分の1ステップです。リミットで停止します。下も停止しました。8分の1ステップです。16分の1ステップです。4分の1ステップです。フルステップです。マイクロステップも正常に動作します。
ようやくここまで来ました。ミリ単位のビット昇降は16分の1ステップが良いでしょう。機構内部の状況です。モーターカバーには隙間テープを貼りました。トリマーの電源ケーブル穴も同様にホコリ防止です。電源ケーブルと手元スイッチケーブルはこのように出ていきます。ケーブルが通過したのでコンセントボックスを閉じます。天板の取り付け。天板を取り付けます。 12mm プラス 4mm の状態です。化粧カバー用折り目ナットとリニアガイド用書き込みが見えます。所定の位置に合わせてここでは4点でビス止めします。止まりました。この上に T スロットが来るのでビスのところをザグっています。天板を外すことを想定して L 金具を使ってさらに固定します。2.5mm の PLW です。ここで下の 4mm と一緒に閉じ込みます。仕上げ化粧板アルミ複合板です。 2.5mm の PLW に接着取り付けします。T スロットトラックです。2点でビス止めします。終わりました。天板の化粧板です。2枚作ります。
取り付けてみます。フェンスの取り付け。フェンスを置いてみます。T ボルトとノブで固定します。テーブル取り付け後の証拠確認です。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。動画は次回作ナンバー9検証考察試運転に続きます。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。